能率給湯器本体内の取扱説明書でエラーメッセージと対策を調べてみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。2015年4月に交換した給湯器です。型番は能率 GT-C2052SAWX-JKR2。設計上の使用期間は10年です。10年を経て点検お知らせ機能表示888が出てしまいました。これまでシャワートイレから始めてガス瞬間湯沸かし器などをその都度 DIY で対処してきましたが、いよいよ給湯器の順番です。動作は正常なのですが888が点滅しているので時刻が表示されません。ネットでの解除方法は画面に888が表示中5秒以内で運転スイッチを5回オンオフして表示が戻ったら解除とあります。5秒以内に5回オンオフですから結構大変です。動画はないですが試してみると表示を元に戻すことができました。今回は点検お知らせを解除した以降の故障表示の種類や対処可能な処置などを調べてみた動画です。興味のある方はどうぞ引き続き最後まで動画をご視聴ください。これまでの不具合。交換して3年経った2018年1月、リモコン本体を液晶不良で交換しました。症状は動画のように液晶表示が欠けてしまうもので、動作自体は問題ありませんでした。しかし毎日使うものなので即ネットで同じものを購入して交換しました。作業は本体を外してケーブル、2芯をつないでリモコン周りをシールするだけです。後で分かったことですが、この事象はメーカーでリコール、無償交換の形を取られていました。おそらくロット単位の故障だったと想像します。残念ながら分かりやすいアナウンスはなく保証期間も過ぎていたので全く気づかずに自費で交換してしまいました。ちょっと残念ですがドンマイです。以降は現在まで停電で時計表示がリセットになったくらいで故障はありません。エコジョーズの仕組み。能率のホームページによればエコジョーズは今まで捨てていた200度近い排気ガスの熱を再利用しています。図のように二次熱交換器で本来捨てるはずの熱を給水に伝え回収します。さらに一次交換器で加熱するのでより少ないガスでお湯を作ります。エコジョーズは給湯だけでなく追い焚き側にも二次熱交換器を搭載しているので追い焚き時も高い熱効率を実現します。私は給湯器排気口とこのような距離で駐車しています。実際給湯器が作動しても排気温度はご覧の通りです。説明で排気温度は約50度とありますが燃焼時でもこのような感じです。排気も上向きになっているので手をかざしても熱くはありません。排気温度が高ければバイザーがひとたまりもありませんね。エコジョーズは構造上ドレン水が発生するので給湯器内の中和器炭酸カルシウムを通って中和され排水される仕組みです。ドレン水は最終的に図の6ドレン配管で排水されます。故障表示920、930について。重故障については取説の43ページに載っていて販売店かメーカー窓口に連絡するよう記載されています。ほとんどが部品交換を伴う故障ですが中和機は点検お知らせ表示同様次元性を持っているようです。メンテ情報モニタ一覧では項目13が中和機の寿命判定カウントを表しています。中12には項目013のカウントが1214以上表示は121になると中和機の寿命となり故障表示930を行いますとあります。920を経て930が出てしまうと
インターロックにより中和機を交換するまで機器は動作しなくなります。他の構成部品でインターロックが働く可能性もありますが、中和機での機器停止は注意を要する項目だと思います。メンテ情報と中和機寿命判定用カウント。2026年4月現在の数値を見てみます。操作は風呂側でもできますが、外のリモコンからがやりやすいのでそこから行います。メンテ情報項目を呼び出すため、リモコンの給湯温度スイッチの上げ下げを同時に押します。さらにスイッチを押して013を表示させると、中和機のカウントが表示されます。表示は80で10分の1表示ですから800カウントです。再度上下ボタン長押しで元に戻ります。2025年12月4日の数値は750でしたので、4ヶ月で50カウント進みました。ということは、このままのペースで使用が進むと約 2.7 年で1200カウントになって中和機の寿命が来ることになります。数値が100くらいになった時点で他に故障がなかったら、忘れないうちにカウンターをリセットしようと思います。日常の点検と手入れ。自分で点検お知らせ機能表示を解除したら必ず自主点検を行います。付属取扱説明書の30から31ページには定期的な点検方法が載っています。私はガス漏れ点検はガス会社の定期点検に頼っていますが、簡易な点検はこちらの内容に従って行います。目視がほとんどですが、異常音の確認やフィルター清掃など若干の作業を伴う項目も含んでいます。これらを実施しておけば、センサー類や電磁弁などが故障した時は数字で表示されるかインターロックが働くので、それで対応できます。軽微な故障表示の対処。軽微な故障は要素がなくなれば自動復帰しますが、自分で対処できる処置項目も取説42から43ページに載っています。点滅している故障表示別に原因と処置方法が載っているので、該当する項目を見て対処することが可能です。私は前述のようにリモコンの液晶以外は故障がないのでラッキーなのかもしれません。設計寿命が10年となっていますが、少なくともあと5年はこの状態を保ってもらいたいものです。メンテナンス用取扱説明書。給湯器前面のネジ4点を外します。ネジを外してもパネルは上部で引っかかっているので脱落しません。パネルを外して中を見てみましょう。蓋を開けるのはリモコンの液晶が壊れた時以来です。リモコンケーブルはここにつながって、右は廊下のリモコンで虹側でパラっています。メンテナンス用取扱説明書はこの左下の収納袋に収められています。10年経ちましたが感熱紙ではないので、記載されている内容の色あせはなく綺麗です。広げてみると用紙は A1 で、片面にリモコンの種類別でメンテ情報モニタと故障履歴の表示方法、ユーザー設定モードの操作方法、その他の設定方法、リモコン図が描かれています。もう片面にはフローチャート、決線図、作動原理図、診断ポイント、故障表示と内容及び診断ポイント、メンテ情報モニタ一覧が描かれています。故障表示と内容及び診断ポイント。最後にメンテナンス用取扱説明書の中から故障表示と内容及び診断ポイント表を抜粋してみました。必要な方はハードコピーしてお使いください。
動画制作のきっかけは点検お知らせ表示888でした。これで機器寿命に必要な要素が見えてきたので、寿命をもう少し伸ばすようにメンテナンスしていこうと思います。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。